じめまして、なおみです。本日から YouTube を始めます。デコパージュの方法や制作過程をメインにアップしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日は石鹸にデコパージュをしていきたいと思います。この石鹸デコパージュは簡単に綺麗に仕上がりやすいです。初心者の方にとてもおすすめです。実は私が初めてデコパージュをしたのがこの石鹸です。小学校2年生の夏休みの自由工作で祖母に教えてもらいました。今回はその時よりも大人っぽい柄で作ります。用意する材料はこちらです。ペーパーナプキン、石鹸、糊、ニス、ハサミ、布巾、筆、お皿、筆洗い、ウェットティッシュ、ドライヤー、マットです。それでは早速作っていきましょう。石鹸を開けます。この石鹸は表面に凹凸がなく、ブランドのロゴがついていないのでデコパージュにとてもおすすめです。4つで140円くらいでした。ペーパーナプキンを切ります。下から石鹸を当てて位置を考えます。位置を決めたら軽く跡をつけます。石鹸を上に置き、ボールペンで周りをなぞります。後で柄が足りなくならないように1センチほど余裕を持って印をつけましょう。ボールペンで描いた線より少し内側を切ります。この石鹸は曲面なので周囲に約1センチ間隔で切り込みを入れておきます。ペーパーナプキンを1枚に剥がします。デコパージュをするときは一番上の1枚だけを使用します。ベースに文字ポッチを塗ります。乾くと耐水性になるので安心して石鹸に使用できます。筆跡ができないように素早く平らに塗っていきましょう。よく確認してこれで OK です。冷風で乾かします。石鹸にペーパーナプキンを貼ります。ウェットティッシュを用意します。ペーパーナプキンを当て、位置がずれないように押さえながら半分ずつ石鹸に塗ります。そして指で中央からゆっくり倒します。切り込みを入れたところも1枚ずつ丁寧に指で押さえていきます。反対側も同様です。中央は破れやすいので最後に糊を入れてください。乾く前にウェットティッシュで押さえます。ずれると破けてしまうので石鹸に対して垂直に押します。ギュッギュッギュッと強めに押すことでシワが消えます。乾かします。冷たい風で乾かしてください。周りをハサミで切っていきます。よく確認します。石鹸をコーティングします。先ほど使用した文字ポッチを塗ります。たまらないように筆を運んでいきましょう。冷たい風で乾かします。
つるっとした質感になるまで塗るので、この作業を3回から4回ほど繰り返します。最後にマットニスを塗り仕上げます。作品に応じてツヤのあるニスを使用してもいいと思います。もし塗り残しが心配だったら2回塗りましょう。完成です。柄を変えるとより楽しめると思います。ハロウィンやクリスマスなどシーズンごとに楽しむのもいいですね。可愛くラッピングしてプレゼントするのもおすすめです。実際にデコパージュ石鹸をお教室や自宅のキッチンで使っておりますが、裏から減っていくので使い切るまで柄が残っています。裏にはデコパージュをしないのでしっかり泡立ちます。石鹸デコパージュいかがだったでしょうか。ぜひ参考にしてみてください。これからも皆さんと一緒にデコパージュを楽しんでいきたいので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いいたします。